こんにちは。今回はこちらのスマホショルダーを編んでいきます。こちらはコットン糸です。前に編んだちぎりパンのサコッシュの編み方を少し変えて編んでいきます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらの糸で編んでいきます。まずキャンドゥさんで購入した七色彩色の中細。カラーナンバーは2557番。こちらはセリアさんで購入したロアンとチュチュリボンです。カラーナンバーは11番。そしてチュチュリボン、カラーナンバーは8番です。ここの部分をこちらの2本を引き揃えて編んでいきます。こちらのリンジーと迷ったんですけども、こちらでも可愛いと思います。今回は5号で編んでいきます。それからマーカーも使います。ではこんな感じに楕円底を1段編んでいきます。では12、3センチくらいのところに最初の作り目を作って、今回は作り目の鎖編みを23目で編んでいきます。1、2、3。では23目編んできました。そしたら最後の23目の鎖の下半目のところにマーカーをつけておきます。では楕円を1段編んでいきます。両端のところはそれぞれ細編みを3目ずつ入れる楕円に編むんですけども、編み終わりが真横で終わるように最初の目に細編みを2つ編んで、最後に残りの1つを編んでつないでいきます。では編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がります。そしたらこのマーカーのついているところ、端の鎖の下半目に針を入れて上の2本すくって編んでいきます。ここに細編みをまず2目編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう一つ。そしたらこちらの1つ目の細編みの頭にマーカーをつけて1周編んだらここに引き抜きます。そしたら次のところですね。次の鎖の下半目、ここに針を入れて、ここからは増減なしで端の方まで編んでいきます。ここの下半目を順番に拾って編んでいきます。次はここですね。こんな感じで端の方まで編んでいきます。では端の鎖の一つ手前のところまで編んできました。では端の鎖に細編みを3目編んでいきます。下半目に針を入れて、1、2、3。そしたら今度は向きを変えて次のところ、ここからまた順番に細編みを編んでいきます。今ここに3目入っているので、次はここですね。ここに針を入れて、この糸端を手前の方に持ってきて、編みくるみながら端の方まで編んでいきます。次はここの1本ですね。こんな感じで、ここのピンクのマーカーの
手前の方まで編んでいきます。ではピンクのマーカーの手前のところまで編んできました。ではマーカーを外して、ここですね。ここに残りの細編みを1つ編んでいきます。糸端を手前に持ってきて、編みくるんで細編み。そしたらもうこの糸端は向こうの方に避けておきます。そしたらこれで1周なので、ここの最初の細編みの頭、ここに針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。では編みくるんできた糸はここでカットしておきます。では楕円の底の部分が1段編めました。ちょうど真横で終わっています。ではここから1模様6目で模様編みを編んでいきます。細編み、中長編み、長編みを決まった目数で編んでいきますので、こんな感じに6目ごとにマーカーをつけておくと間違いなく編んでいけますので、必要な方はマーカーをつけられるといいと思います。マーカーをつけるところは最後に引き抜いた一番初めの細編みの頭にまずマーカー、そして次から数えて1、2、3、4、5、5つ飛ばした6つ目にマーカー、次も同じようにマーカーの次から数えて1、2、3、4、5、5つ飛ばした次のところにマーカーという感じでぐるっと一周つけておきます。そしたら最後のところは最後のマーカーの次から数えて1、2、3、4、5、5つ飛ばした次のところは最初のマーカーになりますね。こんな感じでつけておいてください。では6目と5段のここがそれぞれ一模様になります。で、今回の両端はこんな感じで区切らずに、続いて長編みでそれぞれ編んでいきます。ここの区切りのところはさっきマーカーをつけたところで細編みなんですけども、両端はそれぞれ長編み3目ずつで編んでいきます。では模様編みの1段目を編んでいきます。ここは端の長編み3目の真ん中のところになりますので、まず長編みを2つ編んで、最後に残りの長編みを1つ編んでつなぎます。ではこのマーカーのついている最初の細編みと次のところ、ここにそれぞれ1つずつ長編みを編んでいきます。マーカーを外して、鎖2目で立ち上がります。これは長編みにはカウントしません。針に糸をかけて、ここの最初の細編みの頭に針を入れて、長編み。ここは最初の長編みなので、頭にマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、次の細編みの頭、ここに針を入れて、長編み。そしたら次から1、2、3。ここにそれぞれ増し目を編んでいきます。針に糸をかけて、次のところですね。3つ目の細編みの頭に針を入れて、ここに長編みを2目編んでいきます。1、同じところにもう一つ増し目ですね。また次の細編みの頭に針を入れて、1、2、次の細編みの頭に針を入れて、1、2、こんな感じですね。1、2、3、ここの3目のところにそれぞれ増し目ですね。そしたら次のところに中長編みを1つ編んでいきます。
針に糸をかけて、次の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて、中長編み。こんな感じですね。そしたら、次はマーカーのところですね。マーカーのところに来たら、細編みを編みます。ここに針を入れて、細編み。ここからこの逆を編んでいきます。針に糸をかけて、次の細編みの頭に針を入れて、中長編み。そして次の1、2、3目で、ここで増し目を編んでいきます。針に糸をかけて、ここからですね。1、2、次のところも、1、2、次のところも、1、2、3回増し目を編んだら、次のところは中長編みを編んでいきます。中長編み。こんな感じですね。中長編みを編んだら、次マーカーのところですね。またここに細編みを編んでいきます。ここに細編み。そしたらまた中長編み。次から1、2、3。ここは増し目ですね。そして中長編み。そしてまた細編みですね。こんな感じで山形になるように編んでいきます。では次の中長編みから編んでいきます。次は中長編み。そして次の3目はそれぞれ増し目を編んでいきます。長編みを1、2、次も1、2、次のところも1、2、そしたら次から1、2、3。ここは中長編みと細編みは編まずに長編みを3目編んでいきます。ここからですね。ここから長編みを1、次のところも、ここが端のところですね。2つ目。次のところが3つ目ですね。端は増減なく長編みを1、2、3と編んでいきます。そしたら次のところから1、2、3。ここはそれぞれ増し目を編んでいきます。こちらの反対側と同じ模様になるように編んでいきます。ここですね。次から1、2、次も1、2、次も1、2。そしたら次のところは中長編みを1つ編みます。そしたら次はマーカーですね。ここで細編みを編んでいきます。ここですね。ここに細編み。こちらと同じような模様ですね。こんな感じで山形で続いて編んでいきます。次は中長編み、増し目を1、2、3。そして中長編み、細編みですね。こんな感じで端の方まで編んでいきます。では端の方まで編んできました。最後に増し目を1、2、3と3回編んだら、ここに1つ残ってますね。ここに残りの長編みを1つ編んでつないでいきます。かけて、最後のところに針を入れて、長編み。これで1周ですね。そしたらここの最初の長編みの頭に
針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では、模様編みの2段目ですね。ここからは、細編みのところは細編み。それ以外のところは表引き上げ編みで編んでいきます。下の段が中長編みのところは中長編みの表引き上げ編み。下の段が長編みのところは長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。で、表引き上げ編みは、例えばここだったら長編みですね。頭を拾うんじゃなくて、この長編みごと表からこのようにすくって長編みを編んでいきます。次はここですね。中長編みはここですね。こことここですね。ここを拾って表引き上げ編みで編んでいきます。で、表引き上げ編みを編んでいると細編みの頭が分かりづらいので、こんな風にマーカーをつけておくといいと思います。ここだったらここが細編みの頭ですね。こんな感じでつけておきます。では編んでいきます。毎回鎖2目で立ち上がります。1、2。これは長編みにはカウントしません。針に糸をかけたら、ここが最初の長編みですね。ここの右のところが立ち上がりの鎖ですね。ここを間違えないように、ここですね。最初の長編みを表からこのように拾います。裏はこんな感じですね。長編みごとすくったら糸を持ってきて2本ずつ引き抜いて長編み、表引き上げ編みですね。ここは最初なので頭にマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら次のところですね。次の長編みをこのように表からすくいます。そして糸を持ってきて長編み、そしたら次から6目ほど長編みですね。下の段で増し目でこの V が1、2、3。ここが増し目のところですね。ここの6目それぞれ表引き上げ編みで編んでいきます。かけて長編みごとこんな感じですくって1、2、3、4、5。最後ですね。6。こんな感じですね。裏から見るとこんな感じです。そしたら次は中長編みですね。ちょっとここ間違えやすいんですけども、針に糸をかけたら、ここが中長編みですね。中長編みごとこのように拾います。そして糸を持ってきて、全部引き抜いて中長編みですね。そしたらここが細編みの頭ですね。ここが中長編みを拾った、ここの左の穴のところが細編みの頭になります。ここを間違えないように拾ってください。ここは細編み。そしたら次の時のために細編みの頭にマーカーをつけておいてください。針に糸をかけたら、ここが細編みなので、ここが中長編みですね。そして次が V の増し目ですね。なので、ここが中長編みですね。中長編みごと、こんな感じで拾います。そして糸を持ってきて、中長編み。そしたら次6目。ここは長編みですね。それぞれ V になっているので分かりやすいですね。ここの増し目のところ、それぞれ拾っていきます。針に糸をかけて、
まずここですね。長編みごと表から拾って、表引き上げ編みの1、2、3、4、5、6。そしたら次はここですね。ここが中長編みですね。ここを拾って中長編み。そして次マーカーのところ。ここが細編みですね。ここですね。ここの中長編みと近いところですね。ここが細編み。ここは次の段の時のためにマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、次はここですね。ここの V の増し目の手前の、ここが中長編みですね。ここに針を入れて、中長編み。そして次から6目は増し目のところですね。ここは長編みの表引き上げ編み。そして中長編み、細編み、中長編み。こんな感じで編んでいってください。では次のマーカーの手前の中長編みまで編んできました。そしたらマーカーのところ、ここは細編み、ここは普通の細編みですね。そしたらここが中長編みですね。この V の増し目の右のここが中長編みですね。ここは中長編み。そしたら端のところですね。ここはずっと長編みですね。まず長編みを増し目分6目、そして端の3目、そしてまた増し目の6目ですね。ずっと長編みで編んでいきます。まず6目ですね。1、2、3、4、5、6。そして端の3目ですね。1、2、3。そしてまた V の増し目6目ですね。1、2、3、4、5、6。端は全部長編みですね。こんな感じです。そしたらまた同じように次は中長編みですね。ここは中長編み。そしてここが細編みですね。またマーカーをつけておきます。そしたらここが次の中長編みですね。そして次 V ですね。ここはまた長編みを編んでいきます。こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。では端の方まで編んできました。最後6目増し目のところを長編みで編んでいます。そしたらここにあと1つ残ってますね。ここを拾って長編みの表引き上げ編み。これが最後ですね。そしたらここの最初のところに針を入れて引き抜いて引き締めておきます。こんな感じです。では3段目ですね。ここから3、4、5段目も同じように編んでいきます。まず鎖2つで立ち上がって、
針に糸をかけて、ここですね。この長編みをこのように拾って、長編みの表引き上げ編み、頭にマーカーをつけておきます。そして次も長編み。で、次から6目は増し目分のところですね。6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。そして次、ここが中長編みですね。ここに針を入れて、中長編みの表引き上げ編み。次が細編みですね。ここに針を入れて、ここは普通の細編み。また次の段のためにマーカーをつけておきます。そしたら次ここですね。分かりにくいときは、ここの下のところを見ればいいですね。この V。ここが増し目の V ですね。ここが長編みなので、その右側が、ここが中長編みですね。この中長編みを拾って、中長編みの表引き上げ編み。そしてまた6目長編みですね。1、2、3、4、5、6。そしてここが中長編み。そしてすぐ横のここの穴が細編みですね。そしてここが中長編みですね。こんな感じです。で、端のところは長編みは6目、端の3目で6目で、また中長編み細編みですね。こんな感じで編んでいってください。では、1、2、3、4、5と5段編んできました。裏から見ると、1、2、3、4、5と5段ですね。次はこんな感じで色を変えて、増し目のところで減らし目をしながら、ポコポコ模様にしていきます。増し目をしている、ここの長編み6目のところ、ここは細編みの2目1度で減らして、あとはここの区切ったところですね。ここは1目に1つずつ細編みを編んでいきます。では糸を変えていきます。最後引き抜いたところをほどいて、で、ここの最初の長編みのところですね。1、2の1つ目の方。ここに針を入れて、次の糸を引き抜いて、糸を変えておきます。こちらの白い糸は巻き込まないように、右の方から手前に出して編んでいきます。では編んでいきます。細編みなので鎖1つで立ち上がります。1つ目の長編みの頭に針を入れて、最初の2目は増減なしで編んでいきます。細編み。ここは最初なのでマーカーをつけておきます。次の長編みの頭に針を入れて、細編み。そしたら次から増し目のところですね。ここで細編みの2目1度で減らしていきます。次と次ですね。次の長編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。また次の長編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。未完成の細編みが
1、2ですね。そして針に糸をかけて、全部一気に引き抜いて、減らし目ですね。2目から1目に減りました。そしたらまた次の2目で減らしていきます。次の長編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。また次の長編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてかけて全部引き抜いて2目一度減らし目ですね。もう一回編んでいきます。次の長編みの頭に針を入れて1、また次のところで2、そして全部引き抜いて減らし目ですね。こんな感じで少し引き締まってきましたね。そしたら次から1、2、3。ここはそれぞれ1目ずつ細編みを編んでいきます。次はここですね。ここの中長編みの頭を拾って1つ。次はマーカーの細編みのところですね。細編みの頭に針を入れて、ここも1つ。一応マーカーをつけておきます。次はここの中長編みの頭、ここに針を入れて1つ。こんな感じですね。そしたら次のところからまた6目分ですね。ここで減らし目をしていきます。ここで1、2、引き抜いて減らし目。次のところから1、2、引き抜いて減らし目。次のところに1、2、引き抜いて減らし目ですね。そしたらまた次から1、2、3と1目ずつですね。中長編みの頭に針を入れて1つ。次は細編みですね。ここも1つ。次の中長編みの頭に針を入れて、ここも1つ。そしたらまた6目。ここで減らし目をしていきます。こんな感じで編んでいきます。ではここで3回減らし目をしたら、今度は端の長編み3目のところですね。ここを編んでいきます。では端の1、2、3と3目は、ここは1目に1つずつ細編みを編んでいきます。ここから1、2、3。そしたらまたここから増し目のところですね。ここは3回減らしていきます。1、2、3。そしたらまたここから1、2、3。ここは1目に1目ずつですね。こんな感じで1周編んでいきます。ではぐるっと1周編んできました。最後3回減らし目をしたら、ここに端の長編みが1目残っています。ここに針を入れて、ここに1つ編んでおきます。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では2段目ですね。2段目は増減なしで細編みを1周編んでいきます。またこの白い糸を手前に持ってきて巻き込まないように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、最初の細編みの頭に針を入れて細編み、頭にマーカーをつけておきます。そしたら次の細編みの頭に針を入れて細編み、この糸で細編みの頭が見えにくいので、
数えながら編んでいこうと思います。次は減らし目の3目ですね。次のところから1、2、3、そして次も3目ですね。1、2、ここは細編みのところですね。そして次がここですね。3、そしてまた次から1、2、3、こんな感じで一周編んでいきます。最後、減らし目のところを1、2、3と編んだら、最後に1目残ってますね。ここに1つ編んだら、ここの最初の細編みのところに針を入れて、今度はこちらの白い糸ですね。こちらの糸で引き抜いて、次の段はこちらの糸でまた編んでいきます。ではこちらの糸はカットしておきます。では模様編みの1段目ですね。ここの1段目と同じように編んでいきます。まず鎖2目で立ち上がります。1、2。これは長編みにはカウントしません。針に糸をかけたら、初めの細編みの頭に針を入れて、この糸端を針の上に乗せて、編みくるみながら編んでいきます。長編み。頭にマーカーをつけておきます。そしたら次の細編みの頭に針を入れて、編みくるみながら長編み。最初は長編み2目のスタートですね。そしたら次からの3目、ここで増し目をしていきます。かけて、次の細編みの頭に針を入れて、ここに長編みを2目編んでいきます。1、2、また次のところにも1、2、次も1、2、そしたら次のところは中長編みですね。そして次はマーカーのところなので細編みですね。次は細編み。また細編みの印ですね。マーカーをつけておきます。そしたら次は中長編みですね。そして次の3目でまた増し目。そして中長編み、細編みですね。こんな感じで1段目と同じように編んでいきます。では左端のところに増し目を3回編んできました。次は端の3目ですね。ここはそれぞれ1目ずつ編んでいきます。1、2、3。そしたらまた次から3目は増し目ですね。増し目。次も増し目。次も増し目。そして次は中長編み。そしてマーカーのところは細編みですね。
そしたらまた中長編みですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。そしたら最後、増し目を3回編んだら、1目残っているので、ここに長編みを1つ編んだら、この最初の長編みの頭に針を入れて引き抜きます。そして模様編みの2段目ですね。2段目から5段目までさっきと同じように編んで、また糸をつけてここで引き締めて、また同じように編んでいってください。では1、2、3、4と4模様編んできました。ではここで白い方の糸はカットしておきます。ではちょうど端のところに目がありますので、ここからショルダー紐を編んでいきます。ショルダー紐は今までの動画でよく使っている編み方で、鎖3目と長編みで編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけて、ここの最後に引き抜いた一番初めの細編みの頭、ここに針を入れて長編み、また鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけたら、ここの1つ目の鎖のすぐ下のここの2本ですね。カタカナのハの字のようなところ。ここに針を入れて、糸を持ってきて、長編み。これを繰り返し編んでいきます。鎖を1、2、3。針に糸をかけて、1つ目の鎖のすぐ下のここの2本ですね。ここに針を入れて、糸を持ってきて、長編み。こんな感じで必要な長さまで編んでいってください。では108センチほど編んできました。そしたら反対側の同じ位置のところにマーカーをつけておきます。端の長編み1、2、3、3目の真ん中ですね。ここをたどっていくと、細編み、細編みで、ここですね。ここにマーカーをつけておきます。ここが増し目の V ですね。そして1、2、3。そしてここも V ですね。ここの1、2、3目の真ん中のところですね。ここにマーカーをつけておいてください。ではねじれがないようにしたら、マーカーのところに針を入れて引き抜きます。糸をカットしたら、このループの中に糸端を通して引き締めておきます。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。